人体実験された男たちはなぜ逃げなかったのか。それは依存していたのではないか。脳科学的に言えばドーパミンの過剰分泌が正常な判断回路を遮断する状態だ。ローマ最強の将軍も世界を動かした男も逃げられない、抗えない。気づいた時にはもう遅い。女がいた。クレオパトラ。彼女に依存した男はやめられない、止まらない。そして最後に奪われる命ごと。バーチャル怪談百物語。歴史の裏に怪異あり。クレオパトラ7世、紀元前69年生まれ、プトレマイオス朝エジプトの女王、絶世の美女。そんな話じゃない。彼女が研究していたのは死だ。その研究のために何百人、いや何千人という人が彼女の実験によって死んだ。彼女はただの女王ではなかった。彼女を例えるなら死をデザインした魔女。毒物学の研究者としてあらゆる蛇の毒を研究し、人体実験を繰り返していた。対象は囚人、奴隷、そして死刑囚。どの毒が最も苦痛なく死ねるか、どの量でどのくらいの時間で死ぬか、記録は残酷なほど詳細だった。あなたはクレオパトラという名前を聞いてどんな女を想像するか。長い黒髪、アイラインをくっきり引いた神秘的な黒、エリザベス・テイラーみたいな完璧な美貌の女王。そうじゃないか。でもそのイメージは全部後から作られたものだ。コインに刻まれた本物のクレオパトラは鍵鼻で顎は張っていて、絶世の美女とは到底言えない顔をしている。じゃあなぜローマ最強の男たちが次々と彼女の前にひざまずいたのか。それは薬物という快楽による死を研究して支配したからだ。今日話すのはあなたが知っているクレオパトラじゃない。2000年誰も本当の姿を語らなかった女王の話だ。毒の実験室。クレオパトラは人間じゃなかったかもしれん。古代の文献ソラノスなどによれば、クレオパトラは麻薬についての著作を残したとも伝わる。人体実験の記録はアラブの学者イブン・アン・ナディームが言及している。そしてクレオパトラは夜な夜な男を自分のもとへ招いていた。男は悶絶した。汗を流し痙攣しながら泡を吹く。やがて動かなくなった。快楽を得た表情のまま、その一部始終をただ静かに見つめる女がいた。クレオパトラ。彼女は毒を研究していた。どの毒が苦しいのか、どの毒が最も美しく死ねるのか。囚人を使い何度も何度も試した。一部の研究者はこう推測している。彼女は香料や香炉に特殊な物質を混ぜていたのではないかと。蛇の毒はもちろんアヘン系の植物、あるいは催眠作用を持つ何か。古代エジプトでは大麻、ケシ、ヒヨスソウなど抗精神性植物が儀礼、医療に使われていた記録がある。香を使った環境操作は王族の謁見室で実際に行われていたという説がある。一度その部屋に入った男は二度と同じ自分では出られなかった。プルタコス、英雄史に残る実験の記録。古代ギリシアの歴史家プルタコスはこう記している。クレオパトラはさまざまな致命的な毒薬を集め、苦痛のない作用を試すために死刑囚に服用させたと。すぐに死ぬ毒は苦しみが激しく、穏やかな毒は時間がかかる。その違いを彼女は毎日観察し続けた。そして最終的にエジプトコブラの毒が
痙攣も苦悶もなく熟睡するように感覚が麻痺していくことを突き止めた。これは単なる残酷行為ではなく、当時として破格の薬理学的研究だった。そして一つの結論にたどり着く。この蛇がいい。エジプトコブラ。噛まれても激しく苦しまない。静かに眠るように死ぬ。ここで一度考えてほしい。なぜ彼女は自分の死に方をこれほど真剣に研究していたのか。それは彼女がずっと前からいつか必ず追い詰められると知っていたからだ。女王として生き残るために彼女が選んだ道は逃げるでも祈るでもなく、全てを計算し尽くすことだった。美女伝説の嘘と本当の武器。ここで一つあなたに問いたい。クレオパトライコール絶世の美女。この話どこで聞いたか覚えているか。映画か教科書か、それとも誰かからそういうものとして教えられたか。実はプルタルコス自身が書き残している。彼女の美貌そのものは決して比類なきものではなく、見る人を驚かすほどでもなかった。コインに残された横顔は鋭い鼻、張った顎。どの角度から見てもハリウッド映画のクレオパトラ像とは程遠い。プトレマイオス朝300年で唯一エジプト語を話した女王。クレオパトラの家系プトレマイオス朝はギリシア系の王朝だ。エジプトを300年以上支配しながら、歴代の王たちは誰一人エジプト語を学ばなかった。民と同じ言葉すら話せないまま支配者であり続けた。だがクレオパトラだけが違った。エジプト語を習得し、さらにアラビア語、ヘブライ語、シリア語、パルティア語、メディア語など複数の言語を話した。プルタルコスは通訳を通じることは珍しく、各地の施設に自分で返答したと記している。言語は彼女にとって知識ではなく支配の道具だった。ではなぜカエサルが落ちたのか。52歳の歴戦の将軍が、ローマの最高権力者が21歳の女に落ちた。それは魔力だ。彼女の声だ。楽器のように甘くとプルタルコスは言う。そして会話の力、哲学、天文学、政治、医学、あらゆる分野で彼女と渡り合えた者は当時のローマにほとんどいなかった。カエサルは美しい女に落ちたんじゃない。若い女に落ちたんじゃない。自分より賢いかもしれない女に引き込まれたのだ。血の権力闘争。彼女は何人を消したか。ここからがあなたがまだ知らないクレオパトラだ。彼女は妹を殺した。名はアルシノエ。弟の権力争いでクレオパトラが追放された時、アルシノエは弟側についた。いつか自分の首を取りに来るかもしれない。クレオパトラはそう判断した。だから消した。アルシノエは当時トルコのエフェソスにあるアルテミス神殿に避難していた。神殿は不可侵だ。どんな権力者も神殿の中のものを手にかけてはならない。そんな常識をクレオパトラはアントニウスを使って神殿の階段の上で妹を殺させた。アルシノエ暗殺。神殿の階段の上で。ヨセフス・ユダヤ古代史によれば、クレオパトラの意向を受けたアントニウスの命令で、妹アルシノエは紀元前41年に殺害された。エフェソスのアルテミス神殿は古代世界七不思議の一つ。その聖域で行われた暗殺は当時のローマ市民にも衝撃を与えたとされる。また弟プトレマイオス14世も彼女に毒殺されたという説が残っており、彼女の王座を守るために兄弟姉妹が
次々と命を落としていった。弟も消えた。プトレマイオス14世は毒殺されたという説が残っている。誰に言うまでもない。美しく哀れな女王として語られるクレオパトラ。でも本当にそうか。彼女は生き残るために必要なことを全てやった。それが兄弟であっても神殿であっても常識であっても関係なかった。カエサルを動かした絨毯作戦の真実。紀元前48年、クレオパトラは弟との戦いに敗れ、アレクサンドリアを追放されていた。ローマの最強将軍カエサルがエジプトに来ていると知った。彼を味方にできれば逆転できる。だがどうやって会いに行く。町中は敵の目がある。女王として正面から入れば即座に捕まる。そして彼女が取った方法が絨毯だ。自分の体を絨毯に包ませ、贈り物としてカエサルの部屋に運ばせた。絨毯が解かれ、現れたのはクレオパトラ。52歳の将軍はその瞬間を見て笑ったという。絨毯作戦、度胸とユーモアが歴史を変えた夜。プルタルコスの記録によれば、クレオパトラは腹心の一人だけを連れ、野因に乗じて小舟でアレクサンドリアに近づいた。自身を絨毯、一説には寝具袋とも言われている。それに包ませてカエサルのもとに届けさせたこの行動を、プルタルコスはこの大胆さに魅せられたカエサルが彼女の虜になった最初の術策と記している。取り込もうとした男が取り込まれた瞬間だった。後の研究者はこう言う。あの密室に何かがあったのではないか。香、煙、あるいは酒に混じった何か。カエサルが笑ったのは、彼女の毒と薬の知識がその夜使われなかったとは言い切れない。しかしながらそれは知識と度胸だけじゃない。敵の目、地理、カエサルの心理、すべてを計算した上での行動だ。21歳の追放された女王が52歳の世界最強の男を手中に収めた夜。これが美貌だけの女にできることか。追放されて無一文で命がけで敵の城に潜り込んで、それでも笑いを取れる女が世界にどれだけいる。カエサルが落ちた理由がわかる気がしないか。すべてを失った夜と蛇の選択。紀元前30年、アクティウムの海戦でアントニウスが敗れ、アレクサンドリアも陥落寸前だった。クレオパトラは死んだと嘘の情報を流す。アントニウスはそれを信じて毒を煽り、瀕死のまま彼女のもとに運ばれ、息を引き取った。残されたクレオパトラはオクタウィアヌスに捕らえられた。オクタウィアヌスは賢かった。彼女を生かしておけばいつかまた何かを起こすと知っていた。だから厳重に監視した。それでもクレオパトラは死んだ。イチジクの入ったカゴに忍ばせた蛇に自ら体を噛ませて、オクタウィアヌスが部屋に踏み込んだ時、大女たちも共に絶命していた。そしてそれを見たであろう兵士たちも全員同じ顔をして死んでいた。ただ一つ異様だったのは、部屋の中に蛇の姿がなかった。死の謎、蛇はどこへ消えたのか。古代ローマの歴史家ディオ・カッシウスはこう記している。女王がどのような最後を遂げたかははっきりしない。ただその腕に小さな刺し傷がいくつか見つかっただけだ。一方、体内に毒蛇の反応がなかったことや、部屋に蛇が発見されなかったことから、
現代の毒物学者の中には実際にはアヘンヘムロックトリカブトを混ぜた合成毒薬を服用したという説を唱える者もいる。つまり蛇は演出だったのかもしれない。死に方まで自分でデザインした女王に最後の一手として全てを失った夜、クレオパトラは一匹の蛇を手に取る。彼女は自分を支配した。オクタウィアヌスはクレオパトラをローマの凱旋行列に引き回すつもりだった。かつて妹アルノシエが引き回されたように、恥ずかしめの象徴として。だがクレオパトラは死を選ぶことでそれを拒否した。これは敗北か、いや最後まで誰にも支配させなかった。それがクレオパトラという女だ。そして今も彼女の墓は見つかっていない。エジプト各地で発掘調査が続けられているが、2000年以上経った今、誰も彼女の眠る場所を知らない。コインに残った横顔だけが今も静かにこちらを見ている。本当に絶世の美女だったのか、本当に愛に生きた悲劇の女王だったのか、それとも全てのイメージは後から誰かが作り上げた神話に過ぎなかったのか。一つだけ確かなことがある。彼女は死を研究した。人を消した。神殿の聖域さえも破らせた。そして最後は死に方まで自分でデザインした。いや、もしかすると彼女は最初から死ぬ存在ではなかったのかもしれない。1798年、ナポレオンのエジプト遠征、アレクサンドリア近郊の遺跡を調査したフランス人士官の手記に奇妙な記述がある。地下室に入った瞬間、甘い香りがした。我々は誰もすぐには出ようとしなかった。なぜそうしたのか理由を誰も説明できなかった。その部屋の壁には女の横顔の浮き彫りがあった。士官はこう書いている。彼女はまだここにいる。我々を見ていた。その部屋に入った兵士のうち3名が任務を放棄して行方不明になった。捜索された彼らは遺跡の奥深くで見つかった。座ったまま微笑んで快楽に満ちた顔で死んでいた。そして今も彼女の墓は見つかっていない。本当にクレオパトラは眠っているのか、それともまたどこかで次の実験をしているのか。2000年が経った今も人はクレオパトラの話をやめない。その依存は消えていない。これが彼女の麻薬、いや毒の本当の効き目なのかもしれない。快楽と恐怖が同時に刺激された時、人は逃げるより引き寄せられることがある。もしもあなた宛てに絨毯の贈り物が届いたら気をつけた方がいい。その絨毯の中には蛇となり生まれ変わった彼女が潜んでいるかもしれない。